torch in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。オープニングの動画見て、とうとう登録できたのかと思った方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、実はそうではないんですね、残念ながらね。輪番を取ってちょっと走ってきました。っていうのはですね、だいぶできてきたので登録できるんじゃないかと。詰めの作業とか、マルチルームの扉をつけたり、あと運転席の天井、隙間が空いてた部分とか、登録に持っていって指摘されそうな部分ですね、その辺を手直ししてきました。登録にいよいよ持っていこうと思ってですね、いつも相談に行ってた陸運局に連絡したんですね。そうするとですね、また違う要件を言い出すんですよ。担当者によってね、言うことがもうバラバラでね、何が正しいのか全然わかんないんですよ。相談に行ってる陸運局はバッパー翔太さん行ってた陸運局なんですけど、彼も相当苦労したんじゃないかと思います。最終的に彼もね、業者さんに相談してやられてましたよね。まあその気持ちがよくわかりますわ。それでね、別の陸運局に試しに連絡してみたんですけど、ここの県にあるもう一つの陸運局はですね、素人が作ったキャンピングカーは通せないということで門前払いでした。隣の県とかあちこちかけてみたんですけど、もうどこも言うことはバラバラで、もう全く統一性がないんですね。もう全国同じでなければならないはずの基準がもうバラバラで、一体何が正しいのかわかんないんで、向こう側のね、検査する方の立場ではなくて、キャンピングカーを作る側の立場で詳しいことを知ってる方に相談しようかなということでね、輪番を取って行ってきたわけなんですよ。まあね、写真を送ってもよかったんですけど、せっかくなんでね、2年間もう全然動かしてなかったんで、たまには動かしてやらないとね、エンジン腐っちゃうんで、アイドリングしかしてなかったらね、マフラーもだんだんすすが溜まったりするので、いい機会だなと思って、ちょっと輪番を取ってドライブを楽しんできたというわけですね。だからね、登録までにはね、もう少しかかりそうです。でもね、一歩一歩登録に向けて近づいてるのでね、もうすぐね、旅に出ることはできるんじゃないかなと、もうワクワクしております。でね、流行る気持ちを抑えきれずに、もう旅に出てるんじゃないかというようなオープニングに変わっております。はい、そしたらね、今回相談しに行って指摘を受けたところ、そんなに数はないんですけども、いろいろ手直しとかやっていきたいと思います。はい、そしたら前回の続きからなんですけども、マルチルームの扉ですね、蝶つがいをつけました。こっちちょっと幅広く削りすぎたかな。これマルチルームの扉なんですけど、これに鍵とか取っ手とかつけようと思うんですけど、その前にね、ちょっと裏のっていうか内側の処理ね、板を張ったりとかしときたいなと思ってやってるんですが、防音とかのためにね、中にこういう断熱材かスタイロフォームとか何かを入れようかと思ったんですけど、ちょっと扉のね、厚みが薄すぎたっていうのもあるんですが、入りきれないので、この縁にね、4mm のベニヤ板を貼って、その上に、蓋をしていきたいと思います。扉の内側 4mm、 これ縁足しました。4mm 足してね、厚みが
ぴったりになったんで、この上にアルミ複合板貼ろうと思います。防水しなければいけないんですけども、これ貼ってね、ちょっと防水の加工をする面積を減らしときたいと思ってます。めんどくさいんでね、 FRP 加工とかまだ1回もやったことないんで、登録済んでからにはなるんですけど、とりあえずこれでねいきたいと思います。アルミ複合板が貼り終わりました。鍵をここにつけたいと思います。これ内側ね。で、外側には一応こういうかっこいいやつがつきます。そしたらつけたいと思います。ここね、ちょっとこうやって印つけました。結構大きい穴やな。これ何ミリや。10ミリぐらい開けといたらいいかな。これ10ミリやね。これでいこうか。綺麗に開いたかな。はい、綺麗に開きました。そしたらこれつけましょう。そしたら表側、これピンを入れなあかんね、中にね。このピンを入れて、これギリギリやったんじゃん。ちょっと長いか。ちょっとピン長いから切ってきます。はい、ワイヤークリッパーで先飛ばしてきました。これで入るかな。これで入った。まだちょっと長い。まだもうちょっと長いわ。で、どんどん削っていって、今度足りんようなんねやろ。今度は大丈夫やね。 OK。 これ今開いてる状態。こんな感じでね。 OK。そして取っ手がまだ来てないんですよね。鍵はついても取っ手がまだ。ということで、ちょっと扉をつけちゃいましょう。こんな感じでね、これね。はい、扉がつきました。一応裏のね、フックの入るとこもつけときたいと思います。こうね。で、これをここにつけます。ちょうどネジ穴が微妙な位置やな。一応つけときましょう。つきました。あとはね、これロックやね。なんかカチッと止まるロックがいりますよね。何で止めようかな。とりあえずはこれで外からね閉めといたら。逆か、こっちか。ここがね、ここに乗せとった床がね、床鳴りするんですよ。ここがクッションになっとるんで、こう横止めれないんで、乗せるだけで大丈夫かと思ったら、やっぱり沈むんで、こことの
間でね、床鳴りするんで、ここに板棒を接着して、この上に乗るようにして、そして沈まないようにしたいと思います。ここ接着剤つきすぎ。よいしょ。こっちも。こういうのね、やってみないと気づかないんですよね。大工さんならこういうのよく知ってるんでしょうね。素人がやるとね、あっちもこっちも床鳴りするんですよ。これで接着剤が乾いてくれたら OK。 さてここもね、よいしょ、一応間接照明を仕込めるようになってるので、ここにも間接照明を仕込んでおきたいと思います。一応ここがついたら全部間接照明がつくことになります。この奥にね、下っ側に間接照明が入る溝を掘ってるので、そしてここ配線がケーブルがここに収まるようになってます。よいしょ。そしてこのケーブルがこっちに入って、で最後の1個、これがこう。線が入らん。はい。これでできました。狭いからね。通った。これでね、床鳴りはしなくな、大丈夫だね。オッケーオッケー。よいしょ。もう一個。もう一本ずつネジ穴開けてるんで。
こもこっちもちゃんと止めたら床なりは収まると思います。そしてここやね。ここも床張ってまうか。今日はですね、この扉がまだついてないんですけど、こんな感じ。はい、扉の方がね、こんな感じでできました。あと、まだね、裏側と取り付けの方がまだなんですけど、蝶つがいとかね、まだつけてないんですけど、こんな感じになります。だいぶね、キャンピングカーらしくなってきました。またね、塗装とかも登録終わってからしようと思ってるんですけどね。扉の方ができました。それと、この下。映ってるかな？間接照明。この下ね。こんな感じね。長板入れるとこ削っていきます。そしたら長板つけます。よいしょ。はい。OK。ちょっと下のこっち側が当たる。上が隙間が若干あるからもうちょい上げてもええか。もうちょい上げるか。せっかく止めたのにな。ネジ穴がいけるかな。これでどうや。はい、これでバッチリやね。スイッチにかぶる。これスイッチこの上でもよかったな。この扉、ノブをどっかつけたいんですけど、ノブ出っ張ると冷蔵庫の扉がね、今度当たるので、ノブは出っ張るわけにいかないんで、なんか考えないといけないですね。扉が開いとう状態でやったら、もうこの辺までしか開かへんもんね。これこんな感じ。扉が開いてると冷凍食品出せません。かなりきついな。蝶つがいが当たるもんな。これ
冷蔵庫をあと5ミリこっちに寄せようか。ね、冷蔵庫一応ね、ここのこの隙間とかを作ってるんですけど、あんまりまあここのね、この面が空いてるので、この隙間あんまり意味ないかな。もうこっちいっぱいに寄せちゃいましょうか、冷蔵庫。裏の隙間はね、ここから繋がってるんで、で、下も隙間があるんで、空気は流れるんですよ。だからこっちの隙間は、この面が空いてるので、ここから放熱するんで、こんだけ分ね、この板の面積分だけは板がぴったりかぶさっちゃうんですけど、まあ大丈夫でしょ、こんだけ空いてれば。こっちに寄せますか。運転席とね、後ろの部屋の隙間のドアですね。断熱材で埋めてます。鏡ついてるんで、ここペラペラだと、運転席とね、ここの温度差がすごくなると思うんで、一応断熱材でね、断熱してます。よいしょ。はい、全部収まりました。よいしょ。もう全部ね、取っても何もかもつけてからドアをね、つければよかったんですけど、ちょっといろいろ合わせたりね、という都合もあるんで。で、扉はね、もう、マグネットキャッチで止まるようにして、そして、ここ、冷蔵庫の扉が当たっちゃうんで、取っ手はね、こう、中に掘り込む感じの取っ手をつけようと思ってるんですよ。ちょっとね、向こう側にはみ出しちゃうんですよね。扉を、もうちょっと薄く作ればよかった。そんなに薄くもできへんしな。冷蔵庫がね、もうカツカツなんですよね。この辺の出っ張っても邪魔にならへんとこにつけるしかないな。上と下に2個つけましょうか。真ん中につけると出っ張るもんな。服とか引っ掛けて破いたら嫌やもんね。まだね、この取っ手のハンドルがついてないんで、ちょっとテープ貼っときます。どうやろうな、これぐらいの強さで果たして大丈夫かな。これでとりあえずことにしようか。ちょっと弱いねんな。はい、というわけでね、登録に必要な部分の作業を進めていこうと思ったんですけど、材料の関係でね、マルチルームの扉ぐらいしかできなかったですね。材料が届いたらね、引き続きやっていこうと思います。はい、それではね、今回はこの辺にしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。クリア海風の場所